あなたが知っているはずの君が世に想像を絶する秘密が隠されているとしたら、日本の歴史を根底から覆す可能性のある驚くべき謎に今回私たちは迫ります。私たちが普段何気なく歌っている君が代。しかしその歌詞の真の意味を知る人は果たしてどれほどいるでしょうか。さざれ石の岩をとなりて、この不思議な言葉の羅列にあなたは何を思い浮かべますか。単なる自然の描写でしょうか、それとも学校で君が代を歌う機会はあっても、その深遠な意味について教わることはほとんどありません。なぜならその真実はあまりにも衝撃的だからかもしれません。今回その秘密のベールを少しだけ剥がしてみましょう。実はこの不可解な歌詞の裏に日本の歴史を覆すような秘密が隠されているのです。その秘密とは、君が代は実はヘブライ語で書かれた古代の賛美歌だった可能性があるのです。信じられないかもしれません。しかしこれから明かされる真実はあなたの想像をはるかに超えるものです。まず君が代はという冒頭のフレーズに注目してください。これをヘブライ語の発音で読むと、なんとクムバヨはとなるのです。一見無関係に思えるこの言葉の真の意味を知ったとき、あなたは言葉を失うでしょう。ヘブライ語でクムは立つや起き上がる、バは来る、そしてヨは神の名前ヤハウェの一つの読み方なのです。つまり君が代はの本当の意味は、神よ立ち上がり来てくださいという壮大な祈りだったのです。しかしこれはまだ序章に過ぎません。白に八千代にこの謎めいたフレーズにはさらに驚くべき真実が隠されているのです。ヘブライ語で発音すると千代に八千代に、この言葉の意味するところはシオンの民、神の選民、そう日本の国家の中心に古代イスラエルの民を指す言葉が隠されていたのです。なぜこのような言葉が日本の国家に紛れ込んでいるのでしょうか。そしてさざれ石のというフレーズ、一見何の変哲もない言葉に思えますが、ヘブライ語で解釈するとその意味は私たちの想像をはるかに超えるものでした。残りの民は喜び、人類は救いを求める、単なる小石の話だと思っていたこの言葉が、実は人類の救済を予言する深遠なメッセージだったのです。あなたは今歴史の常識が覆される瞬間に立ち会っているのかもしれません。もし君が代が本当にヘブライ語で書かれた賛美歌だとしたら、誰がどのような目的でこれを作ったのでしょうか。そしてなぜそれが日本の国歌になったのでしょうか。これらの問いへの答えは日本の古代史に新たな光を当てる可能性を秘めています。古代イスラエルからの渡来者が日本に来てこの歌を作ったのでしょうか。それとも古代の日本人が何らかの形でヘブライ語の知識を得てこの歌を作り上げたのでしょうか。真相はまだ誰にも分かりません。しかしこの謎を追いかけることで、私たちは思いもよらない歴史の真実に出会えるかもしれないのです。さらに驚くべきことに、岩を隣てというフレーズもヘブライ語で解釈すると、神が私に見せてくださるという意味に、そして最後の苔のむすまでは全地になり響く、またはすべての基礎はキリストにありというキリスト教的な意味を持つ可能性があるのです。これらはすべて単なる偶然でしょうか。それとも私たちの知らない日本の歴史の真実がこの歌の中に隠されているのでしょうか。もちろんこの解釈には問題点もあります。歴史的な証拠の不足や言語学的に無理のある解釈も含まれています。しかしだからこそ私たちはこの謎に挑戦し続けるのです。この謎を解き明かすことで、私たちは今まで気づかなかった日本の歴史の驚くべき一面を発見できるかもしれません。想像してみてください。平安時代の貴族たちが知らず知らずのうちにヘブライ語由来の言葉を使っていたとしたら、この奇妙な想像は実は日本の古都の名前にまで及ぶ驚くべき都市伝説につながっているのです。古代の日本語とヘブライ語の間に思いもよらないつながりがあったという
にわかには信じがたい話が存在するのです。なんと平安京をヘブライ語に直すとエル・シャロームとなり、これがヘブライ語の聖地エル・サレムと音が似ているというのです。この偶然の一致は日本と古代イスラエルの間に何らかのつながりがあったのではないかという興味深い想像をかきたてます。あなたは今歴史の常識を覆す可能性を秘めた謎の一端に触れているのです。また日本の神社の中に古代イスラエルの神殿と不思議な共通点を持つものがあるという話もあります。伊勢神宮の内宮と外宮の二重構造が古代エルサレム神殿の聖所と至聖所の配置と似ているというのです。さらに神社でお祓いに使われる大ヌサはユダヤ教の祭司が用いるヒソップと同じような役割を果たしているという指摘もあります。これらの類似点は古代の文化交流に関する興味深い仮説を生み出しています。そしてこの都市伝説は日本とユダヤの関係についても驚くべき話を紡ぎ出しています。例えば日本の最も古い歴史書である古事記や日本書紀の中に旧約聖書の創世記と似た要素が存在するという話があります。両者ともに天地創造、大洪水、そして言葉の混乱、バベルノ塔に関する話が含まれているのです。これらの共通点は古代の文化がどのように伝播したかについて興味深い想像をかきたてます。日本の皇室についても面白い都市伝説があります。明治時代に天皇家がダビデ王の末裔であるという説が一部で唱えられたことがあるのです。また皇室の3種の神器のうち八坂に勾玉がユダヤ教の大祭司が胸につけるウリムとトンミムと似ているという指摘もあります。これらの偶然の一致は日本の歴史に新たな想像の余地を与えています。江戸時代の思想家平田篤胤が日本の神道とユダヤ教の類似性について言及したこともこの都市伝説に花を添えています。彼は日本の神々とヘブライ語の神の名前が似ていることを指摘し、日本とイスラエルの間に古代のつながりがあったと考えました。この説は当時の日本に新しい歴史観をもたらしました。そして第二次世界大戦中の出来事もこの都市伝説の一部となっています。日本の外交官杉原千畝が多くのユダヤ人難民を救ったことは有名ですが、その背景に日本に古くから伝わるユダヤ人は神の民であるという伝説があったという話もあるのです。この伝説が杉原千畝の勇気ある行動の一因となったという解釈は歴史の中の思いがけないつながりを示唆して興味深いものです。さらに戦後の日本の復興に大きな役割を果たしたジェイコブ氏2世というユダヤ系アメリカ人の存在もこの都市伝説に新たな要素を加えています。彼が日本の経済再建に尽力した理由について日本とユダヤの古いつながりがあったからではないかという推測もこの物語をより魅力的なものにしています。これらの謎はまだ完全には解明されていません。しかし君が代の隠された意味を探ることで私たちはこれらの謎に新たなアプローチを見出せるかもしれないのです。言語や文化の真相を探ることは時として予想もしなかった驚愕の発見をもたらします。君が代をヘブライ語で解釈するという試みは一見奇妙に思えるかもしれません。しかしこのような大胆な視点を持つことで私たちは自分たちの文化や歴史、そして他の文化との関係性について全く新しい理解を得ることができるのです。そしてその秘密は日本と世界の関係を全く新しい視点から見せてくれるかもしれません。私たちの知っている歴史が実は氷山の一角に過ぎなかったとしたら、君が世に隠された秘密が世界史を書き換える鍵となるかもしれないのです。この謎が解き明かされた時、私たちの世界観はどのように変わるでしょうか。君が世に隠された秘密が世界史を書き換える鍵となる日が来るかもしれません。その日までこの謎は私たちの想像力をかきたて続けることでしょう。あなたはこの驚くべき可能性についてどう思いますか。日本とユダヤの間に私たちが想像もしなかったつながりがあったとしたら、それは私たちの歴史観をどのように変えるでしょうか。この謎についてあなたの意見をコメント欄でぜひ聞かせてください。そして
もしこの動画が興味深いと思ったら、いいね、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。